ビビり散らかした中学校2年生みたいに、幹事社さんどうですって。ダッサ。答えはそれしかないという答えをできないんです、彼は。神戸新聞の質問。百条委員会の議事録っていうのは、知事は全て目を通されましたでしょうか。全て目を通してるわけではないですね。ありえへんでしょ。で、これ、不信任決議を出す大義名分立ってしもた。再当選してから出てきた報告書、議事録を全部読んでない言うてんねん。舐めてるでしょ。これ、過去最大級の失言やと思いますよ。まあね、もう昨日の千代さんは、もはやね、あれ、ひどいと言った方がええんじゃないかっていうぐらいでしたな。選挙時代です。よろしくお願いします。斉藤知事は先日の記者会見で人殺しやないかと批判した記者を誹謗中傷だとして刑事告訴されました。斉藤知事は内部告発をした職員の方を自殺に追い込んでいるということで、より人殺しという批判があっても不思議ではありませんが、例えば猛暑が予想されている今年の夏にドクターヘリが飛ばなくなってしまったことをもってしても人殺しと批判されることはあるかと思います。こちらは県庁内部でのトラブルではなくて、県民の命が失われかねない状況です。こうした県民の命が失われるかもしれないというその指摘で批判されるようなことがあっても、斉藤知事は人殺しと批判されれば刑事告訴をするのでしょうか。教えてください。ちょっと今の発言の中でやはりちょっと不適切な言葉がですね、複数含まれておられますので、この点は幹事社さんにおかれましてはどのように取り扱うのかということはまた受けていただきたいというふうに思います。ドクターヘリなどですね、この対応については私としては関係者と尽力いただきながら県民の命を守るために全力を尽くさせていただいているというところでございます。今の質問じゃちょっと前半のところは省きますけれども、ドクターヘリが飛ばないことをもって人殺しと批判されても刑事告訴を検討するのでしょうか。教えてください。今のご質問に関しては不適切な表現が一部入っておられますので、ちょっとお答えは差し控えたと思います。私としてはドクターヘリの運航についてはですね、県民の皆さんの命を守るために全力を尽くさせていただいているというところでございます。斉藤知事は先日の記者会見で人殺しじゃないかと批判されて、これは記者会見の場ですから、その場ですぐ反論ができたにもかかわらず、あえて反論をせずに刑事告訴をされました。斉藤知事の理屈では、記者会見の動画を見た人が斉藤知事が、人を殺しているとか殺人犯だと思ってしまう可能性があるということで刑事告訴をしているんだと思いますが、人の死に至らしめた覚えがないのであれば、なぜその場ですぐにそれは違いますと言って丁寧に説明しなかったのでしょうか。斉藤知事が発した言葉は「あ」の一文字だけです。あえて説明しなかった理由を教えてください。ここは記者会見の場ですから、今も発言いただいた中でやっぱり不適切な表現、言葉というものがいくつか入っておられますので、この点はですね、ちょっと私も幹事社さんにですね、今の段階でのちょっと見解をですね伺いたいなと思いますし、やはり言葉としてやはり不適切な面があると思いますので、ちょっと私としては今回答はですね、そもそもの会見の場にちょっと対応すること自体が少し懸念がありますけど、どこがどう不適切なのかっていうことをおっしゃっていただければ、私ももし不適切なのであればそれは不適切だなというふうに分かるんですけれども、何が不適切だったでしょうか。不適切な表現があるということですので、だから不適切な発言を私がしたというのであれば、どこが不適切だったのかをおっしゃっていただければ、私もどこが不適切だったのかを検証できるんですが、どこが不適切だったんでしょうか。私からは回答することは控えたいと思います。そうだとすると私が何を不適切な発言をしたのか全然わからないんですけれども、とにかく不適切だということでこれは処理されるところですか。私としてはそのように受け止めております。幹事社さんがどうされるかですけど、ちょっとこれ以上会見は続けられない状況になってきてます。いやでも何が不適切なのかは明らかにしてないので、
これ皆さん、これカメラで見られてますけれども、何が不適切なのかということを明らかにしないと、これ皆さんもどこが不適切なのか分かんないじゃないですか。ドクターヘリの運航に関することっていうことでお問い合わせであれば私が今答えさせていただいたという通りですね。だからじゃあ、すみません、もともと質問したい内容は、前半の部分もしていきたいんですけれども、ドクターヘリが飛ばなくなってしまうと、熱中症とかで運ばれなくてお亡くなりになる方っていうのが出てしまう可能性ありますよね。それに対して人殺しと批判されるようなことっていうのが、それは県民の皆さんもですよ、ありえるんじゃないかと思うんですけれども、そういった批判があった場合に、人殺しという批判があった場合に刑事告訴をするのですかというふうに質問してるんです。これはあなたが人殺しですねと言ってるんじゃないです。人殺しと言われたときにドクターヘリのような事例であっても刑事告訴するのですかという質問をしています。ドクターヘリに関しましては先ほど来申し上げている通りですね、県民の命を守るために大変な医療インフラでございますので、その運用確保に向けて、最大限努力をさせていただいているというところでご理解いただきたいと思います。努力をしているのは分かるんですけれども、実際にこれがドクターヘリが飛ばないわけじゃないですか。そうすると県民の命が失われる可能性があるわけじゃないですか。だからそういうことをもってしてこれでは人が死んじゃうんじゃないかということで批判されることもあると思うんですけれども、それに対しても刑事告訴をするのかしないのか、これ県民の皆さんも批判するときにその言葉を使って斉藤知事から刑事告訴されたらたまったもんじゃないと思うんですよ。だから刑事告訴するならする、しないならしないと明言していただいた方がいいと思うんですけど、どうでしょうか。ドクターヘリに関しましては繰り返しになりますけども、県民の命を守る大変重要な医療インフラですので、その安定的な運行に向けて最大限努力をしていくということで、県民の皆さんにご理解いただけるように頑張っていきたいというふうに思います。すみません、努力をしていますかという質問をしてるんじゃないんですよ。そういう県民の命が失われかねないような政策を批判した場合に、人殺しという言葉を使ったら刑事告訴をするのかしないのかという質問をしています。するのかしないのか、イエスはノーでお答えください。繰り返しになりますけども、ドクターヘリの運行の安定的な運行に向けて、努力を重ねていくということでございます。なんで答えられないんですか、これ。私としては答えさせていただいていると思いますね。これ県民の皆さんが今批判をしています。デモでも先日は人殺しという言葉をやめようということもありました。みんなそれぞれ考えて批判をしているわけですけれども、それ明言していただかないとみんな怖くて何も言えなくなっちゃうんですよ。批判もできなくなっちゃうんです。だからこれは答えてもらわなきゃいけないんですよ。別に刑事告訴をするならする、しないならしない、別にするかしないかを聞いてるんで、人殺しかどうかを聞いてるんじゃないんです。するかしないか、刑事告訴するのかしないのかをお答えいただきたい。幹事社です。すみません。ただいまの質問ですね、一連の質問です。我々幹事社としましては、不適切な発言があったという認識でございますので、別途協議いたします。いずれにしましてもドクターヘリの運行に関しましてはですね、県民の皆さんの命を守るために大変大事な医療インフラですから、私としてはその安定的な運行に向けて、最大限努力をしていくということです。もちろんさまざまなご指摘ご批判というものがあるということは真摯に受け止めながら、安定的な運行に向けてしっかりこれからもですね、関係者の皆様と、努力をしながら進めていきたいというふうに考えております。以上です。はい。斉藤半泣き彦でしたけど、これ関西人として突っ込ませてもらいます。千代さんに。何回言うねん。もうこれ関西人のノリの関西人の突っ込みやったらお前何回言うねんって。いっぱい言うだな。俺関西人やったら昨日の千代さんの質問聞きながらみんな何回言うねんって突っ込んでると思う。そういうことを言うなという意味ではなくて、お約束、同じ言葉を何度も言うてるやつに対するお約束の突っ込み何回言うねんって。もう技術論的に言うとずっと天丼やったわけですよ、千代さんの質問は。でもね、その千代さんの質問が天丼であるっていうことで、どこを天丼してるか言ったら、刑事告訴するのせえへんのっていうことを天丼してるんですよ。人殺しを天丼してるんじゃないよ。天丼の箇所は、刑事告訴すんのかせえへんのかどっちなんやっていうことやで。刑事告訴すんのかすんのかいせんのかいですよ。告訴すんのかいせんのかいってやつですよ。刑事告訴すな。刑事告訴すな。
刑事告訴すな。刑事告訴すな。すんのかい。せんのかい。いや、で、これとても重大のことやと思うんです。千代さんの質問は、一般県民が、元人殺しやんけ言うたら、それ刑事告訴すんのって聞いてるわけ。すごい端的ですよ。ドクターヘリがね、7、8、9の3ヶ月間飛ばないんです。で、その3ヶ月間飛ばない時に豊岡とか、伊豆市とか、日本海側とか、兵庫県の、いわゆる田島の方の人たちがね、瀬戸内海側の大きな病院に行ったりとか、あるいは隣の県の大きな病院に行ったりとかする時のためのドクターヘリが飛ばないということは実際命の危機なわけですよ。で、その命の危機に関してね、ドクターヘリ飛ばへんようになった境に死ぬってことは考えられるわけですよ。ほならね、じゃあ例えばね、そのご遺族の、誰かが、じゃあ、千田さんが熱中症を事例に出してたから、熱中症でもし誰かが倒れたとしようよ。で、その熱中症で、ドクターヘリでいつもの年やったらドクターヘリに乗っけて大きな病院に連れて行けてたら助かった命が助からへんかった。今年はドクターヘリが準備ができてなかったが飛びませんでした。だから助かるはずの命が助かりませんでしたって時に、ご遺族が、知事人殺しやんけって言うたらそれ刑事告訴になんの？いや、それものすごい大事な問いですよ。自分の愛する人が、例年やったらある医療リソースが役所の不手際のせいで用意されてなかったから死んでしまったってなったら、俺やったらその役所の子やったら人殺しって言うよ。絶対言うでしょ。で、それ言うたらアウトやって言われんのやったらアウトやって言うといてくれって話ですよ。刑事告訴する言うたらへんねん。私のことを批判するときに人殺しという言葉を使った人間は、しっかり例外なく刑事告訴するんやったら刑事告訴したらよろしいねん。生田署の前に、元彦の代理人弁護士が毎日、小糸ちゃん、若旦那宛ての手紙持ってくる小糸ちゃんの使いみたいに毎日来るみたいな。そのうち一人、生田署に刑事告訴、斉藤さん係できるぐらいやる言うねんてやったへん。そのうちでっち一人かかりきりになりまして、夜店が出て、まあそんなことはないでしょうが、という米朝首相のあのくだりやったらええんです。生田署の前で。で、ちょうど生田署出たら、生田さんやから、あそこ夜店並んだら、なんかお祭りの雰囲気になりますよ。で、1万人言うたら1万人告訴したらええんですよ。ほんで、どこの誰が言うてるか分からへんで、被疑者不詳でやったらええねん。全部警察に捜査させたったらええねん。で、いう話やんか。俺はそれでええと思うで。やるん言うんやったら。で、それが普通のことや、当たり前のことやと思うんやったら、それおかしいって。で、そのおかしさがそれでも、現実のものになるんだから。それでいいよ。そうやればいいよ。どうぞってやつですよ。で、これは、煽ってるわけでも何でもないですよ。煽ってるもんでも何でもないですけど、どんどん言うた方がええと思うよ。で、俺、どんどん訴えられたらええと思うよ。それそのものは知事失格だから。で、それは絶対できひんねんとかね、そんなこと言うてん、いや、やらしたらええんですって。やるんでしょうよ。やったらええんですよ。俺はどうせ不起訴になるとか言うてんちゃうねん。やったらええんですよ。で、俺はそれは、5の全きみたいな運動やと思うで。昨日も俺ちょっとスペースで言うたんやけど、人殺しという言葉をね、常識的に使うべきかどうかなんて議論なんて何の価値もなくてね。なんか勘違いしてんちゃうかな。6月の3日の俺の質問に関しても、昨日の千代さんの質問に関しても、みんな映ってる画面がこれやから、調査を目指していくということ、それから知事しか見えてないけど、これのカメラの後ろと画面の右側にはずらーっと県の職員おんねんね。それ、居並んでる人間、これ全員10人、15人、全員被害者ですよ、これ。電車の中の出来事で言うたら、斉藤元彦15人のに指入れてんねん。それを止めてへんねんて。いや、それぐらいのことしてんねんって。それぐらいエグいねんって。ほいで、それで、常識的に考えたら人殺しなんて言葉使えないとか。もうそんなもん、あさって言うてくれ、もう。昨日からね、俺ちょっと、もう、いたたまれなくて、これ聞かされとんよ、現役の職員が。だから具体的に考えたらやで。渡瀬県民局長の手紙には、
公開されてる手紙から言うとね、渡瀬県民局長の思いというのは、自分は人事課出身だから、後輩たちと争うわけにいかないから、やりませんっていう手紙を書いてるわけですよ。だから、まあその後輩でと言われた人事課の皆さんがどういう思いでその手紙をお読みになったかわかりませんし、そんなことは想像さえできませんけれども、いや、もしそうだとしたとしてよ。その人事課の職員もこれ聞いてるわけ。ほんで、例えばですよ。あの手紙を読んで、渡瀬先輩は、そんなおもんぱかりで自分の権利を抑えてタイミングを伺ってたんだって思ってる人がね、例えば職員さんが、こんなん知事人殺しですやんって言うたら、その職員訴えんのって話ですよ。なんか知らんけど、こたつなこと言うててね、ネットの中でおってね、自分の気持ちが大切で、冒頭なんで売れる売れへんの話したかったらそこなんですよ。なんぼこましゃくれでね、運動でそんなこと言うべきではないとか、あだこと言うけど、俺の方が売れてんねんって。申し訳ないけど。共感呼ばないとか人から嫌われるけど、俺の方が売れてんねんて。いや、ほんでね、だからね、これ別に煽ってるわけじゃないんやけど、当然の答えとして、より一層大きな声で人殺しって言わなきゃいけないですよ。だって前代未聞ですよ。もし県民があなたのことを人殺しと呼ば、千代さんの質問を平たくすると、もし県民があなたのことを人殺しと呼ばわった場合、その県民を訴えるんですかって、都道府県知事に質問されて、都道府県知事が明確に答えなかったんですよ。いや、って考えてみ？それ、どんなことされてんの？兵庫県民。そんなん訴えるわけないじゃないですかの一言に決まってんねんって。いや、その答え以外ないねんって。で、もっとね、これ、あっち向いて言うけどね、もっとビビらしたかったらね、訴えるわけないですかははは言うて訴えたったんやねん。それが一番怖いよ。いや、なんかみんな勘違いしてんねんけど、いや、ほんまに恐怖政治したかったらね、そんな僕が県民を訴えるはずないじゃないですか、はははって言うといて、何人か見て、おい、ナンバー調子乗っとるから弾け、言うて、ナンバーさん訴えただけの話や。怖って話や、それ。いや、その能力さえないわけ。いや、だから、そうするにしたとしても、結果訴えるにするとしたとしても、結果訴えるとするにしても、あそこで社会人としての答えは、訴えるわけないじゃないですか、しかないのよ。実際訴えるとしたとしても。訴えるか訴えないから悩んでるから答えられへんいうのはもうそれアホでしかないですよ。訴えてきよるかもって思わせてる段階で相手のことビビらせてないね。相手のことを工夫させる時間与えてんねん。どう考えても答えは一つなの。最終的に南波さんを訴えるとしたとしても、答えは一つなの。訴えませんの。そこで訴えませんという、どう考えてもその答えしかないものを、いうものが、その社会人能力としての低さ、マネジメント能力の低さというのが、人殺しであるかどうかの前に、もう遥か手前の段階で知事としてふさわしくないんですよ。ほんまに怖い思いさせたろう、ほんまに勝ち抜いたろうと思うんやったら普通こうするんですよ。そんなん、千代さん、訴えるわけないじゃないですか。って言うたら、千代はそこでぐぬぬになるし、で、後からムカつくから、おい、黙ってナンバー訴えとけって言うて、ナンバーさん訴えて、ナンバーさんネットで訴えられた言うて、次の週の記者会見で訴えられた言うて、あ、個人的なことなんで答えません。それが恐怖政治ですよ。それが恐怖政治のやり方です。それで、地代も、南波も、県民も全員ぐぬぬってさせてんねん。それが腹毛っちゅうもんですよ。その賢ささえないわけ。その能力に欠如してるの。それ、俺元彦の知事者やったらそっちの方がかっこええよ。な、訴えるわけないじゃん、県民を。ねえ、千代さん、次の質問どうぞ。それが勝つです。それがマネジメントするってことです。で、それができてへんから県庁ボロボロになるんですよ。幹事社さんどうですって。ビビり散らかした中学校2年生みたいに、幹事社さんどうですって。ダッサ。超ダサい。めちゃめちゃダサい。もう、ヘタレもヘタレ。大ヘタレです。ほんで、本人勝ったつもりでいんねん、それで。いや、負けてる言うねん。勝つ言うのはさっきから繰り返し言うてるように、はい、訴えませんから、次の質問どうぞ。言うて、
秘書課に言うて、おい、ちょっと歩道橋で人殺し言うてるやつ何人かおるらしいから、お前ちょっと写真撮ってこい言うて、写真撮らしといて、被疑者不詳で訴えましたって後で発表して、代理人弁護士から。次の週の記者会見で代理人弁護士選手をそのこと言うと、いや、それも代理人聞いて。それが、勝つです。勝ててないのよ。全然勝ててないの。ほいで帰ってやることこれやで。ほってこんな気持ち悪いおっさんにこすられとんねん。こすられとんねん。どう見ても俺の方がうまそうやろ。当たり前やねんけどな。人間の器が違うねんからな。当たり前やねんけど。昨日その隣の席のおっさん、音入ってたら聞こえてたとこ、隣の席のおっさんとゴルフの話しながら、知らんおっちゃんやで。もう70超えたような先輩2人が飲んではって。で、千枚店でちょっと冷てえ言われて、もう肩触れ合うような状態で飲んでて、ゴルフの話で、わーって話して、で、ゴルフの話終わったらなんか金の話をおっちゃんらがし始めたから、一人ぼっちになったから自分で自撮りしたんです。まあ、でもこんなんもう育ちの悪さなんか指摘したったらかわいそうやねんけど、もう、まあ、かわいそうに親にちゃんと育ててもうてへんねやろなって、これよ、これ、ここ。俺が言うとんはここ。これ。手皿をすな！どこの田舎もんじゃ！げっせえ、ほんまに。ええ年もう、ガーってなるの手皿してるやつと、ラーメン食うときにこうするやつ。もうなんかここぐー引っ張って阪神高速池田線往復してあげたい。で、今日の本題はこの千代さんの話じゃないんです。今日のタイトル回収するんですけど、ちょっとコーヒー入れさせて腹減ったんで。多分物は届いたと思う。言われたら子供の時に、手元にお手書ありましたろがい！もう下品なんですよ。万が一ほんだらここに落ちたやつ、それどないすんのそれ。行くの？いや、どないすんのここ落ちたやつ。行くの？そうか、こうすんの？すんの？いや、それ何のためにこれしてんの？あれよ、グルメ番組、グルメリポートとかでこうしてるアホおるけど。それ何なんそれ？いや、これ知らんかった人おったらね、ほんまやめなはれや。これ下品やから。お手書を置いたるやろ。お茶席でそうするときがあります。お茶席で会席いただくときとか、お茶席、ちっちゃなお茶席呼ばれたときに甘いもんいただいたお酢飲むときとかね。そのときはここに返し乗ってんねん。で俺らみたいに着物着てる人間だけがそれできんねん。なんでかって返しここに入るから返してごついのよ。返しって B4 の紙半分に折ったぐらいの大きさがあるわけ。で、返しを上に置くの。で、返しは分厚いの。で、厚みがあって、角も立って、なんやったら包めんの食べ物を。そんなもんで置いてるから、ここの上に置いたかって大丈夫ということになっとんの。さっきのね、千代さんの話は実は前座でね、千代さんをその場で完全に圧倒し、職場を完全に支配し、県民を完全に支配するんであれば、答えは、訴えるわけないじゃないですか。の答え、そこしかないっていう話したでしょ？でしょ？今日の本題もね、まさにそれです。答えはそれしかないという答えをできないんです、彼は。神戸新聞の質問。神戸新聞のよろしくお願いします。項目外から失礼します。告発文書問題に関わる元県民局長の懲戒処分についてお聞きします。
知事は今月3日の会見の時にですね、元県民局長の懲戒処分を不申したことについて、結果的にはされなかったということで、懲戒処分を結果として受け入れられたということと述べられましたけれども、この認識は今も変更は特にないでしょうか。はい、元県民局長の懲戒処分については人事当局の調査等を踏まえまして、適切に決定されたというものであります。これまでもお答えさせていただいている点と重複になるかもしれないですけれども、地方公務員が懲戒処分に不服がある場合には人事委員会に対して不服申し立て、そしてさらには裁判所への処分の取り消しを求めた訴訟を提起できるということでございます。元県民局長におかれてはその後不服申し立てなどはされておらず、処分としては確定しているという趣旨で申し上げております。わかりました。ないということで、認識します。ということで、その上でお聞きしますけれども、百条委員会の議事録っていうのは、知事はすべて見落とされましたでしょうか。すべて見落としているわけではないですね。ありえへんでしょ。もっぺん聞く？告発文書問題に関わる元県民局長の懲戒処分についてお聞きします。知事は今月3日の会見の時にですね、元県民局長の懲戒処分を不申したことについて、結果的にはされなかったということで、懲戒処分を結果として受け入れられたということと述べられましたけれども、この認識は今も変更は特にないでしょうか。はい、元県民局長の懲戒処分については人事当局の調査等を踏まえまして、適切に決定されたというものであります。これまでもお答えさせていただいている点と重複になるかもしれないですけれども、地方公務員が懲戒処分に不服がある場合には人事委員会に対して不服申し立て、そしてさらには裁判所への処分の取り消しを求めた訴訟を提起できるということでございます。元県民局長におかれてはその後不服申し立てなどはされておらず、処分としては確定しているという趣旨で申し上げております。わかりました。ないということで、認識します。ということで、その上でお聞きしますけれども、百条委員会の議事録っていうのは、知事はすべて見落とされましたでしょうか。すべて見落としているわけではないですね。いや、これ、普通の都道府県やったら、この一言で不信任出されます。第三者委員会の報告書を全部読んでませんやったら、まだわからいでもないけど、百条委員会の報告書を全部読んでませんって、それ、議会に喧嘩売ってるよね。百条委員会ですよ。なんで百条委員会で百条委員会っていうか知ってる？百条敷の大広間でやるから百条委員会ちゃうよ。有馬兵衛の公用閣の百条大宴会場で委員会開くから百条委員会ちゃうねんで。ホテルニューアワジの大宴会場でやるから百条委員会言うんちゃうねんで。地方自治法第100条に書いてある法的根拠を持つ組織やから百条委員会って言うねんで。法的根拠のある議会のブランチから出てきた報告書を読んでませんって言うてんねん。業務してません言うてんねんで、それ。地方自治法に基づく組織が出してきた報告書を読んでないって、それどういうことそれ。それ知事の仕事してへんやん。で、こいつ今までさ、真摯に受け止める言うてたやん。全部読んでないものどうやって真摯に受け止めんの？真摯に受け止めるんでしょ？議事録か。議事録やったらなおさら悪いよ。なおさら悪いよ。議事録読んでない方がよほど悪いよ。何受け止めてんの？百条委員会は第三者委員会ではなくて議事が何よりも重要なんです。報告者へのして議事録やってそれ救ってないですよ。背中から刺してるんですよ。議事録読んでない方がなお罪深いわ。兵庫県の百条委員会というのは斉藤元彦兵庫県知事の行為に法律に違反するところがあったかなかったかを確認するために開かれたんです。で、その百条委員会に斉藤元彦が呼ばれたのは都合4回です。残りのセッションは斉藤元彦がいないんです。他の証人の証言を聞いてるんです。でもそこで審議されてるのは自分のやった行為が合法か非合法かどっちかを議論されてるんです。いてないところの議事録ほど読むのが当たり前です。誰か他人の非行為
違法行為を確認するために百条委員会立ってその議事録読んでないってやったらまだ話わかるけど、我がのこと議論されてんねん。世界中80億人のホモサピエンスのたった一人、斉藤元彦のこと議論されてんねん。片山副知事、猪本総務部長がナーテ人の百条委員会じゃないの。ナーテ人は斉藤元彦兵庫県知事なの。これ、普通の都道府県やったら、これだけで全会一致の不信任決議です。で、これ、不信任決議を出す大義名分立ってしもた。百条委員会の結論、不信任、選挙、再当選。で、百条委員会の議事録読んでません。やったら、ぐぬぬで終わりやけど、順番違うからね。選挙、再当選、百条委員会の答えやからね。兵庫は。再当選してから出てきた報告書、議事録を全部読んでない言うてんねん。舐めてるでしょ。それダメでしょ。それ民主主義否定してるでしょ。議会制民主主義否定してるよね。体制の敵ですよね。やっぱりこいつ極左反体制分子なんですよ。伊藤博文からこっち大日本帝国、日本国に渡って育んできた議会の伝統をこいつ否定してんねん。これ喜ぶの極左だけやと思うで。で、さっきさ、千代さんの質問の時にね、それはもちろん訴えませんって答えといたら、後からどうでもなる言うてたやんか。それと全く一緒やね。読んでなかったとしても、はい、読みましたって言うたらええやん。ただそれだけのことでしょ。で、もしそれで細かい質問されたら、ごめん、ちょっとそこ、議事録なんで正確なことをせなあかん。ちょっと手元に議事録ないんで、また議事録持ってきてから議論させてもうてもいいですかでええやん。いや、そんなん普通でみんな会社でやってるでしょ、それぐらいのコミュニケーション。読んでへんけど、はい、読みましたって。ここ議論しようかって、ごめんなさい、ちょっと手元に資料ないんで、一回資料持ってきていいですか。それぐらいのコミュニケーションやってるでしょ。あるいはね、素直やったらね、読んだけど覚えてませんって言うたらだけの話やん。ここで読んでませんって言うってことは、読む必要がないって宣言してるのと一緒になるんですよ。いや、それは当然読ませてもらいましたけど、ちょっとね、細かいところは全部頭に入ってないんでごめんなさい。今度ちょっと資料ベースでまたちょっと議論させてもらっていいです。神戸新聞さん、なんやったら書面で追加質問いただいたら書面で回答しますんで。あんたら会社でやってるでしょ、それぐらいのコミュニケーション。普通ね、そのコミュニケーションができないとは思えないわけですよ。大人なんだから。繰り返しになるけども、読んでなかったとしたとしても、読みましたって言うたかって何の問題もないねんから。だからね、普通ね、そのコミュニケーションなんて誰だってできるよ。それ別に嘘でも何でもないですよ。ほんまや。確かにそれは間違いないわ。あの議事録は文春と違って有料会員の欄でも読めるもんな。見事です。いや、ほんまその通りですよ。ここでもっぺんちょっと見てもらいたいんやけど。っていうのは、知事は全て目を通されましたでしょうか。全て目を通してるわけではないですね。神戸新聞の質問は単純です。百条委員会の議事録読まれましたかっていう質問です。神戸新聞は百条委員会の議事録を全部読みましたかって言うてないです。3ページ読んだだけでも読んだって答えられる質問です。表紙見て、ペラペラと3、4ページめくって上から下まで目通しただけでも、はいって言うても嘘にならない答えです。質問です。だって神戸新聞の質問にそう答えたところで、たとえ表紙と目次と最初の一行読んだだけでも、はい読みましたと言うたところで、嘘にはならない質問ですよ。で、そこで、いや、すべて目通したわけじゃないですね、みたいな。それ完全に喧嘩売ってるよね。いや、だから3号通報じゃなかったとか、公益通報者保護法違反だとか、メルチュがどうだとか、何に対してどんなこと言うたであるとか、ああいうこと言うたであるとか、こういうことで言うたであるとかってこととは関係なく、普通に社会人としての能力に欠けすぎでしょ。いや、だからそれ、普通の社会人が元彦の議事録目通しました。すべてではないですけどっていう人いて、あ、そうか、俺喧嘩売られてんのかとしか解釈のしようないと思うよ。俺ね、これ、
兵庫県民にとって、さっきの元彦の答えはどういうことかというと、知事として法律的な義務となっていることをやっていませんという答えですよ。兵庫県民はあの回答をどう解釈するべきかというと、法として知事に義務付けられている業務を僕はやっていません。冒頭言うたけど、第三者委員会ね、もうぶっちゃけた話したら第三者委員会ね、法的な根拠なんかないっすよ。条例あるだけです。百条委員会は違うんです。国の法律に根拠してるんです。で、地方自治法っていうのはみんな守るようにって地方公共団体に関与する人はみんな守らなあかん法律なわけです。で、その国の法律で決まった組織で出てきた神は、地方公務員法の対象と地方自治法の対象の人は全員読まんと、それ義務です、それ。ましてや、その調査は、その百条委員会の調査は、自分が名当て人。見てみる？これは議事録やなしに百条委員会の報告書やけど、兵庫県議会文書問題調査特別委員会調査報告書です。が正式名称、報告書の名称は。目次があって、本文ここからスタートします。はい。ここにこう書いてあります。文書問題調査特別委員会について、1概要、1、設置の経緯及び目的、令和6年3月27日の知事定例会見において、西播磨県民局長当時が、知事や職員等の名誉を毀損する事実無根の内容が含まれる文書を作成流布したとして、同県民局長を解任し、退職保留の上調査するとの発表がなされた。これを受け、元県民局長は、同年4月4日に県の公益通報生口に文書記載内容の事実解明と是正措置の検討を通報。その後、文章の内容に事実が含まれるとの報道もある中、内部調査を踏まえ5月7日付で同氏を停職3ヶ月の懲戒処分とするとされた。はい。自分のことを調査されてるんですよ。西播磨県民局長が書いた文章が流れた時に、流れてはないねんけど、誰かから持ってこられた時に、当事者として呼んで真実相当性がないと騒いだ人が、自分のことが調査された百条委員会の議事録報告書を当事者として読まへんかったん？当事者として、西播磨県民局長の文章は、当事者としておかしいって言うてるやつが、我がが当事者になってる犯罪調査の報告書を読んでないの？白柳さんか、お前は。仕方がないのでお手紙書いたさっきの手紙のご用事何か、お前は。これ、俺ね、過去最大級の失言やと思いますよ。これで百条委員会なかったことになるんですよ。俺、正直ね、2024年3月27日の記者会見の嘘800公務員失格よりもひどいと思うよ。今回の失言。いや、とんでもないと思うよ。はい。ということでした。今日はこれぐらいにしときます。俺、この後さっきの冒頭の電話の子に電話せなあかんのですよ。11時から会議があるんで、あの子に電話せなあかん。泣いてた子に。神戸の夜景君に電話せなあかんのです。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。